東と西の文明を結んだ道、シルクロード。地中海から中央アジアを経て日本にまで達する道だった。絹や宝石、ガラス製品などの物資だけではなく、シルクロードの旅人によって芸術や思想も運ばれていった。インドで生まれた大乗仏教もシルクロードを渡って日本に伝えられた。人々はなぜ道なき道を越えこの経典を伝えようとしたのだろうか。そこにはどんな思想が秘められているのだろうか。それを探る旅に出てみよう。中国の北西部にある敦煌。かつてシルクロードの分岐点として栄えたオアシス都市だった。敦煌とは大きく輝くという意味。東西の宗教や美術、知識がここで出会い、文化の花を大きく咲かせていた。莫高窟。ここに中国やインド、中央アジアの芸術家たちが訪れ、4世紀中頃からおよそ1000年もの長きにわたって仏教美術を創造した。今なお現存する数百もの石窟はまさに砂漠の大ギャラリーである。敦煌の仏教は民衆の仏教であり、私たちは庶民の仏教と呼んでいますが、一般庶民がとても強い宗教心でこの洞窟を守ってきました。ある窟では十数代にも及ぶ家族が代々洞窟の修復に当たった。またある窟では1000人以上の人間が自らのわずかなお金を持ち寄り、洞窟を掘り仏教美術を作り上げた。莫高窟に描かれた法華経編。経編とは経典に説く仏の世界を理解しやすいように絵画化したものを指す。八万法蔵と称される数多くの経典の中でも、法華経は諸経の王とされる。敦煌の増強堂といわれる窟から出土した古代の経典は、どの経が最も多いのかといえば、法華経の数量が最も多いと言えます。この事実から当時最も多くの人々の心を動かし影響を与えてきた経典が法華経であったことがうかがえる。釈尊がインドで説いた仏教、その教えは弟子たちによって整理されたが、当初は文字に書き残すのではなく、人の口から口へ口伝の形で伝承されていった。釈尊の滅後数世紀が経ってから、その思想は文字で表されるようになり、大乗経典の中心である法華経もこの時期に成立した。法華経は仏教の伝播とともに各国の言語に訳されていく。その中にあって西暦406年、インドのクマラジュが中国の言葉に訳した妙法蓮華経が法華経の最高の名訳として知られている。法華経のルフはクマラジュの翻訳と非常に大きな関係があります。
熊良中の翻訳は当時の人々に大変理解しやすかったのです。この翻訳は多くの人が書写しました。こうして法華経は広い地域に大変なスピードで流布されていったのです。8巻28本から成り立っている法華経。この中にどのようなメッセージが込められているのだろうか。法華経にはさまざまな例え話が登場する。その代表が有名な7つの比喩。こうした絵画的表現が多いのも法華経の特徴である。法華経英語版の翻訳者バートン・ワトソン博士はこう分析する。法華経についてですが、特に7つの例えが文学的にも非常に素晴らしく魅力的だと思います。これによってこの経典のメッセージが私たちの生活の中で非常に具体的になり、現実味を帯びてくるのです。そういう意味で非常に非凡な比喩を使った文学的絵画的な要素がこの経典の主なる魅力だと考えています。三者家宅の例え。ある国の長者の家に火事が起こる。遊びに夢中で逃げようとしない子供たちに長者は門外にある三者、羊の車、鹿の車、牛の車をあげようと誘うと、子供たちは喜び勇んで家宅から出てきた。長者は約束した車よりもはるかに立派な大白御車を与え、子供たちは大喜びした。長者は仏、家宅は煩悩の世界。子供たちは一切の主情を示し、三者とはそれぞれ正門、円覚、菩薩の教えを意味する。長者が大白御車を与えたことは、仏の真意が成仏するための唯一の法、一仏上の教えを与えたことを表している。化上宝書の例え。宝を求めて険しい旅路を行く一行がいた。途中で疲れ果てた人々はもう戻ると言い出した。そこで指導者は神通力で幻の城化上を作り出し、あそこまで行けばゆっくり休めると励ました。一行が前進し化上で疲れを取った後、指導者は化上を消してまた励ました。さあ行きましょう。宝のある場所は近くにあります。そして皆を目的地へと導いたのである。この例えは法華経以前の教えが法華経の悟りに達するための方便の教えであることを表している。両意病死の例え。ある時両意が帰宅すると、彼の子供たちが毒を飲んで苦しんでいた。両意は最高の薬を与えたが、すでに毒気が深く入っていたため薬を信じないで飲もうとしない子供たちもいた。父はこの子らを憐れみ、良い薬を置いておくから飲みなさいと言い残して一旦外出した。そして使いの者を送り、父親が出先で死んだと告げさせた。父の死を聞いた子供たちは皆毒気も忘れ嘆き悲しんだ。今は父の形見となった薬を飲むとたちまち病が癒えた。それを聞いて
父はまた帰ってきたのである。仏を父である陵尉に例え、衆生を子供たちに例え、仏が入滅することは衆生に求道心を起こさせるための方便であることを表している。また本来誰にも仏界があり、この宝を開けば仏になれることを例えた長者宮司の例え、自身のうちに仏界があることに気づかない凡夫を例えた襟樹の例え、仏が二善教を説く間実教を説かなかったことを例えた慶中妙手の例えなども登場する。法華経におけるもう一つのポイントは、仏は誰に対しても常に平等であるということです。法華経の中では雨がどこにでも降り注ぎ広がっていく様子がよく描かれています。仏教の平等感を示した三草二木の例え。雨が大地を潤すとき、多くの草や木に一様に降り注ぐように、個性が異なる人々に対しても仏の教えはあまねく平等に行き渡るということを示している。これはさまざまな差異や相違性を超えて人類がこの共に生きていく、人間はそれぞれの多様性を尊重しながら開花していけるというメッセージを読み取ることができると思います。法華経の持つ最重要のメッセージは、すべての人が仏の境外を開けるとの万人成仏の思想である。これまで仏教では女性は成仏できないと説いていました。しかし法華経では女性がその身のまま成仏できると説いており、女性信徒にも成仏への道が開かれたのです。もう一つ重要なことは悪人の成仏を説いていることです。ある種広い成仏論なのです。このことは法華経が広く流布した要因の一つです。この法華経において万人成仏の思想が説かれているということは、仏教の真の目的を明らかにしたということになるんですね。ですからこれは経王、諸経の王とも言われますし、また釈尊の出世の本願を説いた経、すなわちこの世に出現した目的を明らかにした経と言われるゆえんであると思います。中国、朝鮮を経て仏教は6世紀の日本に伝来した。華やかな平安文化にも法華経は多大な影響を与えたと言われる。鎌倉時代に日蓮大聖人は法華経の精髄を南妙法蓮華経の題目に表し、新しい独自の法門を打ち立てた。そしてこの題目を広めゆく人々こそが万人を救おうとの仏の願いを受け継ぐ自由の菩薩であると説いた。日蓮の法華経の重要な特徴は自由の菩薩の思想を見出したことだと思います。法華経十字湯十本第15。釈尊は自分亡き後、法華経を広める使命の菩薩たちを呼び出す。突然大地が振動し亀裂を生じ、その裂け目から無量の光明に包まれた無数の自由の菩薩が見事な団結の陣列で登場する。どんなに優れた思想があっても、それを実践する人がいなければ、この絵に描いた餅ですね、法華経の場合、この一仏上の思想、万人成仏の思想を広くこの訴えていく姿は、釈尊滅後の時代においては、これは取りも直さず自由の菩薩の継承する仕事なんですね。私は菩薩というのは全ての時代に出現すると深く確信しています。私たちの時代はそれが池田 SGI 会長であり、会長は菩薩たちの偉大なる伝統と使命を遂行されているのです。
日蓮大聖人がよみがえらせた法華経の精神。創価学会は池田 SGI 会長を中心に一人一人が自由の菩薩の使命を自覚し、世界中にその精神を広めてきた。法華経には3つの宝があります。法華経を創造的に翻訳したクマラジュ、永遠の輝きを与えた日蓮大聖人、そして法華経を生きた宗教として現代に展開した池田 SGI 会長です。池田 SGI 会長は語っている。法華経に説かれる宇宙大にして荘厳なる法灯とは、すべての人々の本来の姿に他ならない。その本能の尊厳に目覚めた人は、どんな脅威が襲いかかり試練に見舞われようと、尊厳を壊されることは絶対にない。人はいかに生きるべきか、その本源的な知恵を人々は法華経に求めてきた。価値ある未来を創造する永遠の経典、法華経。あの山の向こうへ、あの砂漠の先へ法華経を届けたい。シルクロードの旅人の願いは今も形を変えて生き続けている。